オーロボッツ&オータイタンズフランベチャンネルへようこそ。いやーね、いつもフランベのナレーションだとみんな飽きるだろうと思ってね、少しだけ工夫してみたよ番組構成をね。で、30秒のサポートナレーターとしてグロリアを採用しました。時給は525円で昭和通って。まあ、時折登場って感じで、まずはレックスについて確認と説明をお願いします。Hey everyone. Yep, I was dragged into this video without permission. Copyright? Yeah, nope. Meanwhile, our trash tier flambe just skipped my narration and went with some random translated voiceover instead. But come on, any English-speaking viewer can tell this clueless flambe is just doing his own thing, right? Honestly, flambe really is on another level of trash. ありがとうグロリア。そこまで褒めちぎらなくてもいいがでまずモジュールの変更を考えてみよう。アビリティタイムが短くなることを考えるとシールドブレーカーで一気にってことも有効だろう。もしくはアンステか。これはお金持ちの戦術だろうからね。とてもこれは使えないよね。ならばフランベとしておすすめするのはそうこれだね。ジャンプユニットだねってマジかって言うよね。一応マジで考え方はこうだ。削られた耐久値を回復させるのか、もしくは攻撃のバフとしてシールドブレーカーとするのか、回避行動としてフェーズシフトさせるのか。選択肢としてはこの3つだろう。で、フェーズシフト終了後にはアビリティ1つは回復するね。もちろんこれはこれでいいと思うが、フランベの偏った考え方はこう。つまり以前のジャンピングコンテストでシングル部門1位だったレックスだ。どのボットよりも飛べるとなると、回避行動としてのジャンプの優位性はかなり高い。フェーズシフトじゃ回避しきれないこともある。さらに回避だけでなく攻撃展開においても桁違いのジャンプ飛距離によって奇襲攻撃にも使える。例によって参考ともならないバトルだが、つまりはこんな感じで奇襲仕掛け、次回は弱体化とはいえ、それでも圧倒的な近接火力によって大幅に耐久値を削れる。おそらく誰もこれを使わないと思うが、ジャンプ飛距離がぶっ飛んでるレックスならではだろう。事実フランベはこのモジュール変更でそれなりにレックスの生存時間は伸びてるし、名誉ポイント獲得も上がったね。結果としてで、次にパイロットスキルではこれは人それぞれだろう。フランベはスピードを残すべきか、それとも瞬間火力に振ったパワーシフトとするべきかと悩んでるね。とりあえずは次の調整を知って一つさらに追加しましたデストロイヤーを内蔵武器のバフならばさらに強化してもいいかと思いまして。で、最後に装備武器だがこれは毒ショットガン。これが基本であろう。弱体化とはなるがパーティクルダメージは 80%、 ドットダメージはバフとなっているし、これは次の機会に火力の変化確認ね。で、そうなりゃね、こんな装備でもいいしね。とにかく近接戦瞬間火力の武器ならばそれなりの結果は残せるだろうし、どう内容が変わるのか別として、2月のバランス調整以降では次の調整は6月だ。少なくとも4ヶ月は使えそうなんで、これからレックス手に入れやすくなるからね。アップグレードおすすめします。それじゃあ次の話題だが、随分以前にVPN でアジアサーバーを飛び出そうって呼びかけたと思うのだが、いやーこれが最近かなり面白くなってきました。まずはフランベがいつもつないでるサーバーってユーロサーバーなんだね。で、特に支援が低く安定してる国がフランスだ。もちろんサービスによっての違いはあるだろうが、特に安定面ではおすすめです。もちろん US サーバーにも行くのだが、これ問題はサーバー現地時間の問題で、午前中から午後にかけては US サーバー、夕方以降ではユーロサーバーが盛り上がっているからね。平日は主に夜ユーロサーバー、休日は US サーバーからのユーロって感じとなる。で、何がユーロサーバーが楽しいのかってね、最近はこのバトルのようにもうほとんどのボットの武器がロケット弾で、どこかの花火大会じゃないのかって状況なのだ。もちろんぶち切れるのだが、さすがにここまでだとその攻撃をかわし敵地へ乗り込んでいければキル取り放題ってことに。
とにかく狙って撃つだけで B コントリに行かないから、こっちは B コントリ放題ともなる。まあこんなマッチは毎回ではなく10回に1回くらい発生。さらにはコメントもらったようにソードユニットの大量発生だね。あちらこちらにソードユニットが浮上し発生。一機打ち込んできてキル取ると、次なる待機中のソードユニットがまた飛んでくるって感じで、まさにかなり古いが昔のテレビゲームのギャラクシアンだったか、ハエのような敵が無数に自分へ向かってくる、そんな展開もユーロサーバーでは楽しめます。切れるけどいかがだろうか。 VPN 使ってユーロサーバーで楽しんでみては。最新の環境ボットなんかばかりのアジアサーバーから比較的穏やかではあるが、切れるマッチを楽しんでみては。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。